こんにちは、プリマバレットクラス田中です。今回はクロッシュの動きをちょっとご紹介していきたいと思います。クロッシュの動き、シンプルに前と後ろに出ていくものになりますが、少しエポールマンをつけたり、軸の足の使い方だったり詳しくご紹介しています。最後によく出てくるイン、アウト、この動きもちょっとだけ説明していますので、ぜひ最後までご覧いただいて、普段のレッスンがより楽しいものになったら嬉しいです。前奏で手を開きましょう。そしたら前、後ろ、クロッシュ、早く早く5番、ファイブ、6、7、8。そしたらピケを1、2回ずつ全部の方向入れて、最後は足横からイン、アウト、フォンデュを入れる。後ろから一緒ワン、エントゥ、クロッシュクロッシュ5番でエポールマンもつけれる方はしっかりつけましょう。後ろ、2、3、4、5、6、7、8で終わりになります。まずクロッシュの動きについてちょっとおさらいをしていっていただきたいです。クロッシュは1番を通過しながら前と後ろに足を出していく動きになるんですけれども、その時の1番を通る時に結構こう横から見ているとヒューンヒューンと結構軸足が一緒につられて動いてしまう生徒さんをよくお見かけします。軸の足動かないっていうとまたちょっと語弊があるんですけれども、ここの軸の足の付け根、座骨位置をちょっと変えないつもりをしっかり持っておいていただいて、軸の足をいつもそこに常に強く置いておくイメージを持ってください。で、そこを強くするためにはやっぱり体を引き上げて床をしっかり押せている状態を作る必要がありますので、しっかりここの付け根、座骨位置をそのままにした状態で体と足、軸足がつながっている状態を作るのがとっても大事だということをまず押さえていきます。そして次にこのクロッシュしている足のアライメントがまた横から見ていると、こう1番を通る時に少しインに入って最終的にアウト、次もインに入って最終的にアウトというふうにちょっともったいない動き方をしている生徒さんもお見かけいたします。ここで大事にしていただきたいのが、本当に足のアライメントを崩さずにそのまま動いていくのを大切にしてください。じゃないと自分の足のラインがどういう状態に出ていくのかっていうのを自分でも予想できないと思うので、しっかりこの1番で作った、5番でもどこでもいいんですけど、ここでしっかり作っているこのターンアウト、つま先にかけてをしっかり揃えた状態を必ずどのポジション、1番を通る時もスーッと強く強く保って次のポジション、そう強く強く保つ、むしろこう回しながら動けるようにしていくと、このクロッシュの動きは本当にご自身の足のラインをとっても綺麗に見せてくれる練習のとってもいい一つになりますので、本当にちょっと1番を通る時ちょっと軸の足も動かないようにすることと、自分の足のアライメントが崩れないようにしっかりとここから開いて、お膝、ふくらはぎ、つま先を回していく。そう早くなってもね、そうこの動きをぜひ続けて綺麗な足のラインを手に入れていきましょう。で、先ほどちらっと言ったんですけど、つけれる方エポールマンをしっかりつけていってみてください。ここでも前の時は少し患部で後ろ、胸が動かして頭までつなぐ。さあ、で後ろに行く時は少し前に胸、頭をつないでいく。さあ、頭だけ絶対にいかないように気をつけてね。胸が動く分一緒に後ろと前、前に足が出ている時は胸、後ろ、さあ後ろに足が出ている時は少し前に行くようなつもりで、動きが滑らかになるようにしてください。カク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 
してしまわないように、ちょっとここも軸の足がしっかり強くつながってきたら、胸頭が自由に動きやすくなると思うので、先ほど言っていた軸の足引き上げ、床を押す力とここをつないでいけるように、ぜひこの動画を通して練習をしていってみてください。さて最後にですね、ちょっとこのインアウトフォンデュの動きについて見ていきたいなと思います。結構普段のお稽古でもよく出てくるコンビネーションだとは思うんですけれども、お見かけするのが足出して1、2ってなんかちょっとバラバラ事件が起きそうな方をお見かけします。バラバラ事件を起こさないためにっていうのと、このインアウトフォンデュってするこの動きの目的をしっかり明確にしていってみたいと思います。この動きで大事にしていただきたいのは、やっぱり床を押して体をより高い位置にして足のターアウトをしっかり作っていく。これがやっぱり目的だと思います。なのでこう足をなんかこういう動きになってしまわないように、骨盤位置、軸足、体しっかりそれぞれ引き合ってつながった状態を必ず失わないように準備をしていきます。そう、ここもインしていく時に、これプリエ、軸の足がプリエしている方向、つま先の方向ですね。つま先の方向までです。こっちまで行かないで大丈夫。ここでパラレルをしっかり作って、次ですね、ここでぐっと一緒に軸の足のお膝がついてこないように、そこに膝を置いて同足の方をしっかり引っ張って、お膝同士でちょっとなんか引っ張るようなイメージです。ここね、でここがもうくっぺができているはず。ここで足が上がってしまっていると引っ張り合う力が半減してしまうので、つま先位置そのままでくっぺができていて、はい、最後に体が上がるのに仕方なくついていきながら、音とごめんなさいね、スーッと左の足右の足を伸ばしていってあげてみてください。そうすることでめちゃめちゃこの軸の足の裏でも床を押せるし、嫌でもここがぐーっと引き上がってきて、より足をこっちを回しやすくなっていくと思うので、ここのインアウトの動きの時バラバラになってしまわないように、パラレルお膝の方向を決めてくっぺい下持って、最後に上半身でお膝を持ち上げていくようにしながら、ちょっと、短い時間なんですけれども、それぐらいとっても大事な動きになっていますので、ぜひ今一度見直してみてください。足の裏を床に擦らせながら、軸の足の強化、動く足のラインをきれいに出していきながら、クロッシュの動き練習を行っていってください。最後のインアウトの動きは先ほども言っていたように、全身くまなくしっかり使えるような体の動き方で必ず練習を行っていってください。軸の足が安定していくと、エポールマンもきっとつけやすくなっていくと思います。ぜひこの動き方、他の単流やロングジャンプの時などどんどん応用していってください。反対側へ続きます。
かがでしたでしょうか。なるほど、ちょっと役に立ちそうって思っていただけたら、ぜひグッドボタンを押して教えてください。チャンネル登録していただけるととても励みになります。まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。私は今大阪、京都メインにスタジオでレッスンを行っています。あとは月1ペースでの横浜、東京への出張レッスン、コールドバレープロジェクト、オンラインコース、研究コースや個人レッスンも受け付けております。気になる方は下の概要欄に詳細載せてますので、ぜひそちらの方も気軽にお申し込み、お問い合わせお待ちしております。それではまた。アントルラセ、Entrelacé, エトワール、 étoile, ロンドジャンプ、 rond de jambe, プティバトマン、 petit battement, コールドバレー。 corps de ballet. C'est fini.